平成28年2月16日、静岡大学は、静大発、富士の国創生プランのキックオフシンポジウムを静岡市駿河区にて開催しました。静大発、富士の国創生プランは、文部科学省が昨年7月に公募した、地の拠点大学による地方創生推進事業、COC プラスに、静岡大学が申請した事業が選定されたものです。静岡県の将来を担う若者を育成し、彼らがこの静岡県で活躍し、豊かな人生を送っていけるようにすること。で、その実現には、大学の努力はもちろんですが、さまざまなステークホルダーの方々と有機的な連携が不可欠であるというふうに思っております。県内学卒者が県内で就職するような、そういう定着事業というのが一つの柱になっております。キャリアデザインという事業を今やっておりまして、約 70% の学生が履修している1年生向けの事業でございますけれども、これを全額必修化するということを考えております。もう一つは、この4月から学生を受け入れます地域創造学館という学部横断的な教育プログラムでございます。この地域創造学館は初めての試みとして、地域の課題ということを出発点にしようと。で、地域に実際に出ていってどんな課題があるのかということをまず身をもって体験し、それについて反省する中からそれを解決していく、そういった課題を解決していく上で必要な知識やスキルを学んでいくという、通常の学部とは反対の順番で教育をやっていこうということでございます。今度は大学院レベルのところですけれども、これは工学情報学、それから MOT というのはマネジメント・オブ・テクノロジーですが、技術を社会と結びつけて社会の中で活用していくという分野ですけれども、この分野を統合して産業イノベーションコースというのを平成30年度に立てる準備を進めております。で、地元の企業と学生をつなぐという意味では、インターンシップの拡大ということも我々非常に大事だというふうに考えておりまして、この点も数値目標として参加校も含めた数を現在の300名余りから650名まで持っていくということを目標にしております。産官学連携とか産官官連携とか、そういう話は言葉をお聞きになったことがあると思いますけど、今回金融機関と労働団体、それと現マスコミも入って、とにかくオールジャパンで地方創生に取り組みなさいということだと考えております。新たな地域の産業を育てるとかですね、新たな創業支援をして、新しい地域の資源を見つけるとか、そういうところがちょっと足りなかった、おろそかになってたんじゃないかなというふうに思っています。それが産官学金労研で金が入ってきた理由だと考えております。浜信と、主に静岡大学さんですけれども、連携事業につきまして、いくつかですね、長年にわたって取り組んでいるものもございます。静岡大学さんとのその知財インターンシップの事業でございますけれども、この事業につきましては、今回のCOC プラス事業の申請の中にもですね、盛り込まれております事業でございます。学生さんにですね、知的財産全般について静岡大学さんの方で研修をしていただいて、約1週間から2週間、企業のですね、いろいろ知財戦略について企業の方と一緒にですね、進めていくというような活動でございます。浜信も今回の COC プラス事業の事業共同機関ですか、この一員としてですね、入れていただいておりますので、この事業に対しましてですね、今後も全力でですね、私どもも取り組んでいきたいというふうに思っております。シンポジウムの後半は、県内の市民団体代表を務める20代の3人と、静岡浜松の両市長と伊藤学長を含めたパネルディスカッションが行われました。肩書きを気にせずに、同じ市民として、いろんなことを考えれるのが当たり前になったらいいなっていうのは、なんか非常に思うところが、やっぱりあって、自分もいろんな方から、こういった、地域づくりの相談とかいただくんですけれども、大体皆さん多くは、学生は無料の労力だと
思っちゃってる人多いんじゃないかなと思うんですけれども、いやいやそうじゃないと。学生は学生でバイトが忙しいし、勉強も今忙しいし、本当一人の人間として真摯に向き合って相談するとか、真摯に向き合って対価として何かを与えるっていうのは、考えていかなきゃいけないので、そこの、ちょっとピントは合っていかないといけないのかなとは、思ってますので、そういったところの一つ、きっかけ作りっていうのも今後自分の方ではやっていきたいなと、思っております。今まだ静岡ってポテンシャル生かしきれてないんじゃないのかなっていうのが私の率直な感想としてあります。なんでしょうね、その外から県外から来る人の方が魅力を知ってるんじゃないのかなって思う時もちょっとありまして、なんか県内の人こそもっとこうなんでしょうね、その恩恵ではないんですけれども享受できるんじゃないのかな。であと地域性ということもあるんですけれども、やっぱり人だったりその人が作るアイデアだったり仕組みっていうものにも本当にいろんなものがあって、それはもちろん静岡大学の中にもあると思いますし、県立大学の中にもいろいろあると思うんですけれども、そういう個人の専門性だったり専門的な学びっていうものを私はもっと共有ができたらいいなと思って、今学生が作るメディアの運営に関わっているという流れもあります。若者をどう育てるかっていう問いが静岡だけではなくて日本の中でもやっているんですけど、じゃあスウェーデンとかドイツどういう問いをしているかって、若者はどう考えるかっていう問いになっているというのが大きな違いかなっていうふうに思っています。じゃあ若者たちがどんな街に住みたいのか、若者たちが作りたい街を作るっていうことが非常に重要なんじゃないかなっていうふうに思います。なんか元気な若者にフォーカスが当たるのってどうなのかなっていうのはちょっと思っていて、これから今実際に関わっている高校生とかいろいろ考えていくと、実際のところは地域に残っていく若者って結構しんどい若者が多いんじゃないかなっていうふうには思っています。ちょっとその家庭にいろんな問題があったりだとか、その友達関係でいろんなことがあったりだとかっていうことで、そういうで実際にだからそういう子たちの受け皿的な部分ではなくて、なんか若者を元気にしていこうみたいなところではなくて、そこを包摂していくみたいな視点っていうのも必要なんじゃないかなっていうふうに思います。人生の豊かさってね、出会いの多さに比例するんですよ。30代も40代も50代も新しい出会いはありますが、20代の時の出会いっていうのは決定的なんですね。私自身も20代の出会いによって将来の仕事の方向が決まったし、かっこいい方をすれば志が決まった。ですので今日いらっしゃってる皆さんにお願いをしたいのは、静岡をせっかく選んでくれた学生若者たちに出会いのチャンスを提供してほしいということなんです。でこれは学生は学生同士の出会いはするでしょうから、横だけではなくて縦の出会いも提供してほしいという意味です。実は浜松市で昨年総合戦略を作ったんですけども、30年後のですね未来ビジョンというのを作ったんですね。だから30年後の未来ビジョンだから、もう30年後に生きてない人たちは呼んでくるのやめようというんでですね、学生さんとかですね、若いサラリーマンの皆さんとか、そういう人たちに集まってもらって、そこからバックキャスティングというですね、未来ビジョンから遡って今から何をしていくかということで、浜松の総合戦略を作りまして、その時もですね本当に私毎回その会議に出てたんですけども、いやすごいなという率直に、さっきお話ししましたけれども、後世恐るべしですね、若い人たちの可能性っていうのに非常に感銘を受けました。異質なものが出会うので何かが起こるっていうのがあると思うんですよね。具体物がそこにあって、そこに問題があると同じような思考性のやつらが何人集まったって解決できないんですよね。問題解決していこうとすると、やっぱりいろんな特性を持ったやつらをいっぱい集めなきゃいけないと。浜松と静岡の中でも多様性えらい違いですよね。その多様性っていうのは静岡県は本当豊かに持ってると思うんですよね。ぜひその中でいろんな異質なものとの出会いっていうのをコーディネートしていくっていうのを大学の役割の一つとして意識をしてこの事業を進めていきたいと思いますので、また若い人たちの知恵もまたこれからも借りなきゃいけないシーンもあると思いますし、こちらにお座りの行政産業界の方々とのご協力っていうのもまた必要になっていくというふうに思いますので、またいろんなシーンで
よろしくお願い申し上げて、私のコメントとさせていただきます。